解説。映画2が選ぶフランス映画の傑作ランキングトップ10。ねえマリサ、最近フランス映画ってよく聞くけど、そんなにすごいの？ああ、フランス映画は芸術性と映像美に優れていて、見る人の心に強く残る作品が多いんだぜ。へえ、ハリウッド映画とはちょっと違う感じなのかな？そうそう、派手なアクションや特殊効果よりも、人物の心理描写や雰囲気を重視してるんだ。まるで一枚の絵画を見てるような気分になるのぜ。なんだか難しそうだけど、ちょっと気になるかも。おすすめの作品ってあるの？もちろんだぜ。今回は映画2が選ぶ、フランス映画の傑作ランキングトップ10を紹介するから、これを見れば間違いなしだぜ。楽しみにしてるね。第10位。太陽がいっぱい。1960年。監督、ルネ・クレマン。第10位は、太陽がいっぱいだぜ。これはアラン・ドロンが国際的スターへの階段を駆け上がるきっかけになった、伝説のサスペンス映画なのぜ。アラン・ドロンって、あの超イケメンな俳優で有名な人よね？どんな話なの？物語は、貧しい青年トム・リプリーが裕福な友人、フィリップの人生を羨み、やがて彼を殺害して成り代わろうとする、サイコロジカルサスペンスなんだ。怖すぎる展開なんだけど、成り代わるって、どうやって？トムは計画的にフィリップの服を着て、サインを真似て、銀行口座まで操作するんだ。しかも警察や恋人をも欺こうとする。彼の異常な執念が静かに、でも確実に描かれるのが見どころだぜ。うわぁ。でもその怖さと彼の魅力が両立してるってこと？その通り、太陽の下で展開する不穏な心理劇って、ギャップが癖になるんだよ。見る人はなんでこんなヤバいやつを、応援したくなるんだって不思議な気持ちになるのぜ。それって演出や演技がすごいってことだよね？そうなんだ。演出も映像も音楽も完璧。そして何よりアラン・ドロンの美しさと、冷酷さが同居する演技が圧巻だったのぜ。これで彼は世界的スターに一気に躍り出たんだ。映画ってここまで人の運命を変えちゃうんだね。深すぎる。まさに芸術とサスペンスの融合。太陽がいっぱいは今見ても衝撃を与える傑作だぜ。第9位。勝手に仕上がれ。1960年。監督、ジャン・ユック・ゴダール。第9位は、勝手に仕上がれだぜ。フランス映画の歴史を語る上で絶対に外せない、ヌーベルバーグの金字塔なんだぜ。ヌーベルバーグって、よく聞くけど何のこと？ざっくり言うと、1950年代末から60年代にかけて起きたフランス映画の革新運動だな。それまでの映画のルールをぶっ壊して、新しい映像表現に挑戦したのがこの流れなんだぜ。この作品がその代表なんだ？そう、監督のゴダールはジャンプカットっていう、斬新な編集技法を使って、ストーリーを細かく繋ぎながらもリズム感を出してる。見てる側がここでカットって驚く場面が多いんだ。それって見づらくないの？最初は戸惑うかもな。でもその違和感こそが魅力なんだよ。まるで映画が生きてるみたいな感覚になるんだぜ。物語はどんな内容なの？パリの街を逃げ回るチンピラ青年ミシェルと、アメリカ人留学生の恋愛と逃亡劇。ミシェルはジャンポール・ベルモンドが演じてて、その無造作なかっこよさが当時の若者に大受けだったんだぜ。逃亡劇と恋愛が混ざってるなんて、切なくてドキドキしそう。まさにそれ。結末は衝撃的で、見た人の心に深く残るのぜ。新しい映画の形を作り出した革命的な一本として、今でも世界中の映画監督に影響を与えている作品なんだぜ。第8位。アメリ。2001年。監督、ジャン・ピエール・ジュネ。第8位はアメリだぜ。パリの街角を舞台にした、ちょっと風変わりで心温まるファンタジーロマンスだな。独特な映像と色彩で、見る者を一気にアメリの世界に引き込むのぜ。聞いたことある。あの赤い服の女の子が出てくるやつでしょ？なんかすごく可愛い雰囲気の映画だよね。その通りだ。主人公のアメリは、人と深く関わるのが苦手な内向的な女の子。でも、誰かの小さな幸せのために、
密かに手助けするのが彼女の喜びなんだぜ。へえ、なんだか優しい話だね。でもどうしてそんな彼女の物語が世界中で大ヒットしたの？それは、アメリの行動が一見奇妙でも、本質的には人とのつながりを求めてるっていう、普遍的なテーマを描いてるからだな。孤独や不安を抱えながらも前に進もうとする姿に、誰もが共感できるんだぜ。確かに。誰かの役に立てたら嬉しいって気持ち、わかるかも。アメリの恋の話もあるんでしょ？ああ、謎のアルバイト青年ニノとの恋だな。二人とも内気でちょっと変わってるから、普通の恋愛とは違う。でも、それが逆にリアルで微笑ましいんだ。出会いの不器用さや、少しずつ心を通わせる過程が丁寧に描かれていて、じんわりくるんだぜ。パリっておしゃれな街のイメージがあるけど、この映画はその日常の中にある小さな幸せを描いてる感じなのね。まさにそれ。パリの街並みやカフェ、登場人物たちの細やかな表情、カメラの動きに至るまで、全部が詩のように美しくて独特なんだ。監督のジャンピエール・ジュネは、色彩とテンポで世界を語る名人なんだぜ。見た目の可愛さだけじゃなくて、ちゃんと深いテーマがあるんだね。見てみたくなったよ。アメリは人を思うことの大切さを、そっと教えてくれる、21世紀のフランス映画を代表する一作だぜ。第7位、昼顔、1967年。監督、ルイス・ブニュエル。第7位は、昼顔だぜ。この作品は、ルイス・ブニュエルがフランス映画界に残した最も衝撃的な問題作の一つで、今でも強烈な印象を残している作品なのぜ。昼顔って、なんだかおしゃれな響きだけど、実際どんな話なの？主人公はセブリーヌっていう裕福な銀行家の妻。彼女は夫を愛しながらも性的欲求を満たすことができず、昼間だけ娼婦として働くという二重生活を始めるんだ。それってかなりセンセーショナルな話だね。どうしてそんなことになっちゃうの？そこがポイントなんだ。彼女は幼少期の体験や抑圧的な環境、そして夫婦の距離感など、様々な要因が絡み合って、自分でも理解できない衝動に突き動かされるのぜ。普通の不倫ドラマとは違う感じがする。もっと心理的に深いのね。そうそう。単なる背徳的なスリルじゃなくて、欲望と罪悪感、現実と幻想の狭間で揺れる人間の複雑な内面を描いているんだ。ブニュエルらしいシュルレアリスムの手法も随所に使われていて、見る人に現実と夢の境界を曖昧に感じさせるんだぜ。なるほど。それって見てるこっちも混乱しそうだけど、逆に引き込まれそうだね。そうなんだ。映像は端正で上品なのに、中身はとことん挑戦的。そのギャップが観客に強烈なインパクトを与えるんだよ。主演のカトリーヌ・ドヌーブの美しさと冷たさのバランスも絶妙で、彼女の代表作の一つとも言われているんだぜ。ただ美しいだけじゃない、深い葛藤やテーマがある作品なんだね。そう。昼顔は、1960年代の社会の道徳観や女性の内面に、鋭く切り込んだ、時代を超える芸術作品なんだぜ。第6位、男と女、1966年。監督、クロード・ルルーシュ。第6位は男と女だぜ。この映画は、恋愛映画の枠を超えたフランス映画の金字塔とも言われていて、見終わった後に余韻がすごいんだぜ。男と女って、なんだかシンプルなタイトルだけど、どんな物語なの？物語は、過去にそれぞれ心に傷を負った男女が出会い、少しずつ惹かれ合っていくっていうラブストーリーだな。でも、ただの恋愛じゃない。二人の間には喪失と葛藤があって、それを乗り越える過程がすごく丁寧に描かれてるんだ。そういう静かな心の動きって、フランス映画ならではかもね。その通り、監督のクロード・ルルーシュは、セリフよりも沈黙や眼差しで感情を語る演出が得意で、この作品でもそれが存分に活かされてるんだぜ。映像も特徴的だったりするの？もちろんだぜ。この作品はモノクロとカラーを組み合わせた大胆な映像手法を使っていて、過去と現在、現実と記憶の境界を視覚的に表現してるんだ。しかもその切り替えが自然で、
死のような美しさがあるのぜ。ただの恋愛映画じゃなくて、芸術作品って感じなんだね。ああ、それに音楽も有名だぜ。フランシス・レイ作曲のダバダバだって。口ずさみたくなるテーマソングは、今でも CM や映画で使われてる。音楽と映像が一体化した世界観は、見る人の感性に訴えかけてくるんだよ。登場人物の気持ちがじわじわ伝わってくるって感じか。派手じゃないけど、心に残るタイプの映画だね。そうだな。男と女は、恋することの不安や喜び、そして再び誰かを信じる勇気を、静かに力強く描いた名作なんだぜ。第5位、シェルブールの雨傘、1964年。監督、ジャック・ルミ。第5位は、シェルブールの雨傘だぜ。これは全編が音楽で語られるという、独特のスタイルを持った、フランスミュージカル映画の傑作なんだぜ。セリフじゃなくて、最初から最後までずっと歌なの？そうなんだ。登場人物は普通の会話をせず、全部オーケストラの伴奏に乗せて歌で感情を表現するんだよ。最初はちょっと違和感あるかもだけど、慣れるとこれがこの映画の世界なんだって思えるようになるのぜ。それってかなり挑戦的だよね。でも、内容はどんな感じなの？物語は、フランスの港町シェルブールで雨傘店を営む娘ジュヌビエーブと、若い自動車整備士ギーの純愛が描かれるんだけど、ギーが戦争に出征することで、二人の運命が大きく動き始めるんだ。戦争が二人を引き離すっていう展開。切ないね。しかもジュヌビエーブは妊娠してしまう。でも彼が帰ってこない間に、周囲の説得もあって、彼女は別の相手と結婚することになるんだ。そして数年後、偶然の再会が訪れるそのラストシーンが、まさに名場面なんだぜ。そういう再会って、映画によってはハッピーエンドになることもあるけど、この映画は違うんだな。二人は過去の自分たちを見つめながらも、それぞれの人生を受け入れて、交差したまま別々の道を歩いていくんだ。その決断の静けさと現実感が、逆に深い余韻を残すのぜ。歌で全部語るからこそ、感情の機微がダイレクトに伝わりそう。そうそう。特にテーマ曲あなたのことしか愛せないは、切なさと美しさが混ざってて、何年経っても忘れられない名曲なんだぜ。主演のカトリーヌ・ドヌーブもこの作品で、一気にスターダムにのし上がったのぜ。映像もカラフルでおしゃれって聞いたことある。その通りだ。セットや衣装、壁紙に至るまで徹底的に色彩が計算されていて、まるでポップアートのような画面構成が楽しめるぜ。だからこの映画は、恋愛映画でもあり、美術作品でもあるんだ。悲しくて美しい。そんな物語が歌で進むって、ちょっと見てみたくなるね。シェルブールの雨傘は、映画という表現の枠を広げた歴史的作品として、今でも語り継がれてるんだぜ。第4位、レオン、1994年。監督、ユック・ベッソン。第4位は、レオンだぜ。これはフランス映画の中でも世界的に超有名な一本で、アクションとヒューマンドラマが絶妙に融合した異色の作品なんだぜ。レオンって、少女と殺し屋の話だよね。なんかすごく印象的なポスターだったのを覚えてるよ。そうそう。物語は、孤独な殺し屋レオンと、家族を殺された少女マチルダが出会って、奇妙な共同生活を始めるっていうところから始まる。年齢も立場も全然違う二人が、少しずつ心を通わせていくんだ。それってラブストーリーなの？それとも親子みたいな関係？その曖昧さがこの映画の魅力でもあるんだ。マチルダは大人びた感性を持っていて、レオンに対して愛情を向けるけど、レオンは最初それに戸惑うんだよ。でもやがて、守るべき誰かを得たことで、レオンの心が変わっていくのぜ。殺し屋なのに、感情が芽生えるって、切ないけど温かい話でもあるんだね。まさにそう。レオンは冷徹なプロだけど、植物を大切に育てるような繊細さもある。マチルダとの交流を通じて、人間らしさを取り戻していく姿がとにかく美しいのぜ。敵とかは出てくるの？出てくるどころか、悪役のスタンスフィールドは映画史に残る名ヴィランだぜ。
演じたゲイリー・オールドマンの開演が凄まじくて、クラシックを聴きながら人を撃つっていう狂気がトラウマになるくらい印象的なんだよ。うわ。怖いけど気になる。アクションも激しいの？アクションはもちろんあるけど、派手さよりも緊張感と美学が重視されてるんだ。ラストの銃撃戦なんて、涙と緊張が同時に押し寄せてくる名シーンだぜ。悲しい結末なのに、心に残るっていう声も多いよね。そう。この映画は、ただの殺し屋映画じゃなくて、愛を知らなかった男が、たった一人の少女との出会いで人生を変えるっていうテーマが全てなんだ。国籍とかジャンルを超えて、人の心を打つ物語なのぜ。そんなに深い内容だったんだね。見たくなってきた。レオンは、見るたびに感情の奥に刺さる一本。フランス映画という枠すら飛び越えた、永遠の傑作だぜ。第3位、夜霧の恋人たち、1968年。監督、フランソワ・トリュフォー。第3位は、夜霧の恋人たちだぜ。現代は盗まれたキス。フランス映画の名将フランソワ・トリュフォーによる、青春と恋のもどかしさを描いた作品なのぜ。盗まれたキスっていうのもロマンチックなタイトルね。どんなストーリーなの？主人公はアントワーヌ・ドワネル。実は彼、トリュフォー作品に何度も登場するキャラクターなんだけど、この作品では、兵役を終えた後に社会に適応しようとする姿が描かれてるんだ。じゃあ、これは続編ってこと？そうなのぜ。大人は分かってくれないに始まるアントワーヌシリーズの3作目。でも、これ単体でも十分楽しめる内容だぜ。彼が探偵助手になって様々な事件に関わるんだけど、それ以上に彼の恋愛模様が見どころなんだ。恋愛模様って、どんなの？アントワーヌは、昔から思いを寄せていたクリスティーヌと再会するんだけど、同時に年上の人妻や他の女性たちとの関係にも揺れ動くんだ。誠実になろうとしながらも、どこか不器用で優柔不断なところがリアルで共感を呼ぶのぜ。ちょっと頼りないけど、そういう人間らしさが魅力なのかな？その通りだぜ。アントワーヌの行動って決して完璧じゃない。でも、見ているこっちも自分もこういうことあるなって思えるような等身大の姿なんだ。トリュフォーの演出はとても優しくて、登場人物を裁かないのが印象的なんだよ。なるほど。それにしても、1968年ってフランスでも激動の年だったよね？よく気づいたな。実はこの映画、1968年5月革命の時代背景をうまく避けつつも、個人の内面の自由とか、時代の空気感をしっかり映してるんだ。つまり、政治じゃなく心の革命を描いてるってわけだぜ。わあ。深いなあ。恋愛映画だけじゃなくて、時代の空気まで含んでるんだね。しかもこの作品、音楽も素晴らしいんだ。シャルル・トレネの残されし恋にはが流れると、一気に切なさが倍増するんだぜ。見た後にちょっとセンチメンタルになりそうだね。夜霧の恋人たちは、恋の不確かさと、でも確かに存在した感情を描いた、まさに盗まれた時間を閉じ込めた詩のような映画なのぜ。第2位、トリコロール、青の愛、1993年。監督、クシストフ・ケシロフスキー。第2位は、青の愛だぜ。これはトリコロール3部作の第1作で、自由平等博愛というフランスの国是をテーマにしたシリーズの自由を象徴する作品なんだぜ。青の愛っていうタイトルからして、なんだか静かで綺麗なイメージあるよね。どんな話なの？主人公はジュリー。有名な作曲家の夫と娘を交通事故で亡くして、絶望の淵に沈むんだ。そこから彼女が全てを捨てて、孤独の中で生きようとする姿を描いているのぜ。うわ。すごく重いスタート。でも自由がテーマってことは、そこから何かを取り戻すのかな？その通りだ。ジュリーは過去の人間関係も、音楽も、家族の記憶さえも断ち切ろうとするんだけど、結局完全な孤独では生きられないって気づいていくんだ。そこに、本当の自由とは何かって問いがあるのぜ。なるほど。自由って、何もかもから解き放たれることじゃないのかもね。そう。自分で選び、受け入れ、他者とどう関わっていくかという内面的な自由を描いている。だから静かな映画だけど、
すごく深いし、見る人の心に重く響くんだぜ。それにしても、映像とか音楽も印象的って聞いたけど、ケシロフスキ監督の映像美は圧巻だぜ。青の色彩を徹底的に使って、感情の温度を視覚的に表現してる。例えば、水に差し込む光や、ガラス越しの風景、孤独な夜道、すべてが青を基調にして、感情を引き出してくるのぜ。それって、色で心情を表すってこと？すごく詩的な手法だね。さらに音楽がすごい。亡き夫が作曲した未完成の交響曲が、ジュリーの心の動きとリンクして少しずつ完成に向かっていくんだ。音楽が感情そのものとして響く瞬間は、まさに鳥肌ものだぜ。音楽で感情が語られるって、それこそ映画の力って感じがする。主演のジュリエット・ビノシュの演技も圧倒的だ。セリフが少なくても、目の動きや呼吸だけで感情を伝えてくる。彼女の静かな演技が映画全体の品格を高めているんだぜ。なんかもう、見た後に心がシーンとするタイプの映画だね。まさにそう。青の愛は、悲しみの中に美を見出し、孤独の中に希望を見つける映画。静かで深く、人生について考えさせられる傑作なのぜ。第1位、憎しみ、1995年、監督、マチューカソビッツ。いよいよ第1位は、憎しみだぜ。現代もラエーヌで、そのまま放題になってる。これはフランス社会に衝撃を与えた社会派映画で、公開から30年近く経っても、今なお語られ続けてる伝説的な作品なんだぜ。憎しみって、なんだか重そうなタイトルだね。どんな話なの？舞台はパリ郊外の移民が多く住む団地。警察の暴力によって昏睡状態にされた青年の報復をめぐって、3人の若者が一日を過ごすっていう話なんだ。とにかくリアルで、張り詰めた空気が全編に漂ってるのぜ。うわ、それはかなり社会的なテーマだね。登場人物たちはどんな人たちなの？登場するのは、ユダヤ系のバンス、アラブ系のサイード、アフリカ系のユベール、民族も性格もバラバラだけど、団地という同じ空間に生きてる3人が主人公なんだ。彼らの日常は、常に緊張と不満と怒りに満ちてる。でも、ただの暴力映画じゃないんでしょ？その通り、暴力を描きつつも、それを肯定してるわけじゃない。むしろ、この社会に放置された若者たちが、どうして怒りや憎しみを抱くのかっていう問いかけが中心にあるんだ。無関心や制度の歪みがもたらす負の連鎖を鋭く描いてるのぜ。なるほど。ただ怖いんじゃなくて、社会そのものを映す鏡みたいな作品なんだね。そう。しかも驚くのは、映像がものすごく洗練されてるってこと。全編モノクロで撮影されてて、そのコントラストが街の荒れた空気や緊張感をさらに強調してくるんだ。映像がモノクロだと、逆に感情がストレートに伝わってきそう。その通り、特にカメラワークがすごくて、ドローンもない時代にあれだけの動きをしてるって本当に驚異的なんだ。若者たちが街を歩くシーンは、まるでドキュメンタリーみたいな臨場感があるのぜ。で、タイトルの憎しみにはどういう意味があるの？劇中のセリフに問題は落下じゃない。着地の瞬間だってのがあるんだ。この映画は、落ち続ける社会の中で、若者たちがどんな着地をするのか、その行き着く先に憎しみがあるのか、希望があるのかを観客に問うてくるんだぜ。うわ。それってすごく重いけど、深くて考えさせられる映画だね。憎しみは、社会に無視された若者たちの声なき叫びをリアルに描いた作品で、今の時代にも突き刺さる力を持っている。フランス映画の枠すら超えた、世界中で見るべき一本なんだぜ。総評、まとめ。今回はいろんなフランス映画を紹介してくれてありがとう。どれも雰囲気やテーマが独特で、すごく気になったよ。だろ？フランス映画って、派手な演出は少ないかもしれないけど、その分人間の心の動きとか、社会のリアルに迫ってくるんだぜ。アクションやラブストーリーもあったけど、どれも一味違ってて、芸術ってこういうことかもって思ったよ。そうなんだよ。映像や音楽、沈黙の使い方まで計算されてて、ただ面白いだけじゃない深さがある。何年経っても色褪せない理由がそこにあるんだぜ。
もっとたくさん見てみたくなった。まずはアメリカらかな。いい選択だな。今回紹介した10本は、どれも映画ってこういう力があるんだって思わせてくれる名作ばかりだぜ。ぜひ自分のペースで楽しんでみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。